くるくる。かわいい。これを日本でやったら売れるんじゃないかなって思って提案したんですけど、なんかやっぱなかなか受け入れてもらえなくて、じゃあ自分でやろうかなって思って独立しました。すごい。はい。ありがとうございます。可愛い。基本的に仕込みはお一人で作業されてるんですか？そうですね。焼き菓子とかは、ちょっと手伝ってもらうことあるんですけど、もうそれ以外は全部一人で今のところはやってます。結構品数もありますよね。そうですね。ほぼ今のところはちょっと休みあんまない感じではやってるんですけど。定休日とかも何かしら作ってる感じではあるんですか？最近は結構作業してること多いですね。もう休みもなしに働いてましたけど、ちょっと今落ち着いたので久々に明日、休みですね。よかったです。よかったです。高校生の文化祭の仕込みがちょっと大変で、すごい数作ってらっしゃいましたよね。そうですね。宇都宮がもう地元で、その可愛いなんかちょっと変わったカフェではあるんですけど、根本はこう地元にこう愛されるお店みたいな感じのを目指してやってたんで、なんかそういう高校生とかのも文化祭とかも、ちょっと積極的にやりたいなっていうのでやってました。
同時にやってるんですけど。あ、そうなんですね。はい、何と何と何？これはなんかアストロケーキっていうお店の宇宙みたいなケーキの周りにつける、ミラーグレーズっていうツヤツヤのやつので、こっちはプリンのクリーム、はい。でこっちは今出したのはケーキの周りのクリームに使う材料を出したみたいな感じで、なんかいろんなのを同時進行でやってるんですけど分かりづらいかもしれない。このお店始められて、はい、今でどのくらい経つんですか？今で3年半いかないくらいですね。はい、23の時に開業して、はい、このお店を始めようって思ったきっかけって何だったんですか？まあもともと結構大手の企業に向けてのケーキの開発をやってる会社にいて、でそこで、開発やってたんですけど、韓国とも一部取引があって、そこで韓国のケーキ、当時のケーキに出会って、見た目の奇抜さだったりとか、なんか見たことないケーキに、すごい可愛いってなって、これを日本でやったら売れるんじゃないかなって思って提案したんですけど、なんかやっぱなかなか受け入れてもらえなくて、じゃあ自分でやろうかなって思って独立しました。すごいやっぱ色とかもちょっと奇抜だったりするんで、大手の会社さんだとやっぱ年齢層が高いので、決める人たちがなかなかちょっとそれはみたいな感じになっちゃうことが多いですね。オーダーメイドケーキも、その時にすごいってなって、なんで日本にないんだろうと思って、ちょっと自分でやったり広めたりしたいなって思ったのが、もう一個のきっかけですかね。びっくりしました。あっという間にワンホールできてた。みたいな。クリームのナッペとかサンドとかは昔からめちゃくちゃ得意だったんで、そうだったんですね。それもあるかも。クリームです。あ、プリンの。はい。こういうケーキってどうやって開発されてるんですか？でも海外でこの
ミラーケーキとか流行ってたんで、その海外のメニューをもとにちょっとやっぱ甘すぎたりするんで、自分でちょっと改良して、はい、オリジナルレシピにしてます。開発やってたのめちゃくちゃ生かされてますね。材料とかもやっぱすごい多分普通の人より詳しかったと思うんで、あったかすぎました。宇宙カラーにします、今日は。結構その日の気分なんですけど、緑っぽいの入れたりとか、はい、ちょっと紫系にしたりとか。はい、あったかいとマーブルカラーが作りづらいのと混ざっちゃって、あとここにすっごい薄くついちゃって剥げてる感じになっちゃうんで。全部模様が。そうなんです。お客さんに好きなものを選んでもらうみたいな感じで、3色混ぜてもこっからこっちで全然色味違うんで。星の模様を。より宇宙らしく。そうですね、これあると全然違います。美人作家の人に、オリジナルで作ってもらったお皿です。これはオーロラな感じで、こっちはラメ。めちゃめちゃ可愛い。結構靴買ってコロンってたまに行っちゃう時があるんで、めっちゃ気をつけてます。端っこでここに置いてもらう。時間こそバキバキになっちゃうんで洗います。狭すぎて洗うの超大変なんです。残ったのも可愛いです。めっちゃ可愛いと思って、さっきめっちゃ撮っちゃいました。これも可愛い。これバタークリーム。チーズクリーム。
オーダーメイドケーキにも使ってる周りのデコレーションクリーム、これはオーダーメイドケーキと同じ構造の店内飲食用のケーキですね。高校生とか若い子からめちゃくちゃ人気のゼリーケーキっていうのをちょっと今日は作ろうと思って。中心がずれると綺麗にできないんで、真ん中取り今真ん中を取ってた。真ん中取ってました。これは最初下塗りですね。でっかい表面またちょっと固めは。やっぱめっちゃ早いですね。すごい嬉しいです。すごい早い。あ、そうです。学校行ってました。大宮の専門学校行ってて、卒業してからその開発の会社入ったって感じですね。もともとお店をやろうとは思ってなかったんです。最初は全然思ってなくて、開発でいろんな韓国のスイーツとかに出会ってからやりたいなって思い始めた感じですね。なんかでも若いうちにやれば失敗してもなんとかなるかなっていう。色薄かった。レインボーアイスっていう屋台のアイスを一応影でイメージしてるんです。いいですね。私、レインボーアイス大好きです。あ、本当ですか？はい、私もレインボーアイス大好きすぎて、あれなんか栃木とかにしかないらしくて。そう、私も上京して知ってそういうのちょこちょこ入れてます。確かにレインボーアイスの色味ですね。そうなんです。小学校の運動会にも絶対レインボーアイスって来てたから、そうですよね。私大宮の学校行った時にそれを知りました。ですよね。ないんだと思って、栃木が好きすぎて出たくなくて、なんかコロナ禍の時にこのお店始めたんですけど、私の弟がちょうどコロナ禍だったりとかで多分学生だったんですけど、もう何もできなくて本当にかわいそうで、このオーダーケーキ自体もそうですけど、あんま栃木にないじゃないですか。そうですね。そうで、なんかみんな多分東京とか行って、これちょっと変わったカフェとか見つけてると思うんですけど、それができない時期だったんで、栃木でもちょっと変わったとこやったら結構若い子とかも近場で楽しめるんじゃないかなっていうのもあって、近くでやったのもありますね。韓国のケーキ屋さんの授業を受けたりとかもした上で、自分でレシピを日本人でも食べやすい味に改良して作ってるオリジナルレシピなんですけど、私も食べて甘ってなったんで、なんかやっぱホイップクリームが日本人好きじゃないですか、バターとかよりも。なんでもうちょっとあっさり系の方が受けがいいんだっていうのと、あとバタークリームだとあんまり好まれてないので、こうチーズクリームにしてちょっとチーズケーキっぽい感じの味にしてるんですけど。じゃあ開発とか大変だったんじゃないですか？そうですね。でなんかその開発やってたのもあって、結構自分の中でイメージすればなんか大体は結構形になりやすいっていうか、はい、やっててよかったです。
それだけは。お客さんがなんかテーブルに忘れててかわいそうだったんで貼っておきました。そこに貼ってあるなんか、マスキングテープの名前は、オープン当初バイトの子が私がもう無限に新しく出すマカロンの名前を覚えられないから頑張って貼り付けて、ショーケースに貼ってくれたやつの功績です。そうなんですね。もう今は使うことないですけど、当時の子たちがめっちゃ頑張って覚えようとしてやってくれたやつなんで全部貼ってます。髪短くて縛れないんで帽子かぶってます。そういうことだったんですね。生クリームじゃないんで冷やすと固まるんで毎回温めないとバキッて割れちゃう。でもその代わりめっちゃ形きれいに保つんで、作った瞬間だけ可愛いだと結局お家持ち帰った時可愛くないっていう感じになっちゃうんで、お家持ち帰ってもカラフルな色とかが維持できるようにこのクリームにしてます。オーダーケーキとかはやっぱ生クリームとかに色つけるとにじむし、立体ケーキとかだと崩れやすいんで。息止まっちゃう。本当に大雑把すぎて、初めてその専門学校でインターンで行ったケーキ屋さんにフィルム巻くの下手すぎて、絶妙な反応されたのでめっちゃ練習しました。そうなんです。でもさっきのナップ見てたらそんなのみじんも感じなかった。ケーキ作る以外の細かい作業が全部できなくて、ケーキ特化型なんですね。裁縫とかも本当に皆無だし、あと絵描くのが多分得意だったんで、オーダーケーキの絵もおそらくある程度できるのかなって。ケーキ作る時は作業効率を意識するんで、めっちゃ綺麗に台とか拭きながらやってますけど、もう家とかはめっちゃ汚いので。別人すぎここで全部使っちゃってます。でもめっちゃ早いなって思いました。本当ですか？もうなんかどこ行くにも小走りだから。そうなんです。せかせかしてて。でもみんなには強要しません。可愛い。宇宙かけるレインボーアイスです。いいですね。ごめん。真ん中の黄色の次ピンクにしてるんですけど、これを青にしちゃうと黄色と青ってあんまり混ざると綺麗じゃなくて、なんでちょっとそういうのも意識しながらやってます。青とピンク混ざるとちょっと紫っぽくて可愛いんですよね。確かに。なんか一回来ただけで終わっちゃうのがやっぱ嫌なんで、
なんか私自身がなんか接客のコンテストみたいなのも出たことあって、接客がめちゃくちゃ好きなのと、人の顔を覚えるのがめっちゃ得意で、すごい。だいたい接客した人だったら多分1回で基本覚えてるので、なんか別にずうずうしいですけど結構話し書いたりするんで、なんかそれで常連さんとかできたりします。理想だったのがあって、それのゼリーなんですけど、それを結構このゼリーケーキに使うんですけど、ちょっと今日同じ種類で、これを使います。めっちゃ可愛いですね。可愛いんです。ゼリーの色を選べるようにいつも2色とかにしてます。なるほど。なんか作る前は一番こういう系のケーキが体力使うんではーってなるんですけど、作り終わった時は一番これがあーってなります。回す、くるくる。かわいい。変身みたい。じゃ作りきれなくて、あと逆になんか前日から作った方が生地馴染んで美味しくなるやつもあるんで。それで作り分けてる感じ。そうなんです。作りたてがいいってわけじゃないっていう。こいつは今期間限定でこの前新発売したモンブランです。ちょいワルモンブランって名前です。確かにお顔がちょい悪い。そうなんです。ちょいワルなんです。モンブランが私一番ケーキで好きで、これは私の印をこう詰めまくった本気モンブランなんです。これはチャイコグマケーキっていう名前で、チャイクリームと、さつまいもフィリングを挟んでるケーキで、なんか結構こういうのも全部韓国のケーキ屋さんとか参考にしたりとかして自分で構成してるんですけど、なんかあんまないですよね、チャイとさつまいもって。ないですね。これかぼちゃのガトーショコラ。わあ絶対。そっか、もうすぐあれですもんね。そうなんです、ハロウィンでちょっとずつハロウィン攻めてってるんですけど、お店も骨が。友達に頼まれてるオーダーケーキ。あ、そうなんですね。めっちゃ可愛い。友達眠らしてます。可愛い。冷凍配送ケーキなんで、ちょっと下にこんな感じで釘刺してるんですけど、群馬に送ります。群馬に。じゃあはるばる旅をするんですね。旅します。はあ。知るっていうか勉強するために、ホットペッパーグルメの営業1年だけやって、あ、そうだったんですね。でいろんなお店の人と仲良くなって、もうこういうオーブンだったりとかそういうのを借りる場所とかも、その融資の流れとかも全部紹介いろんな人にしてもらったりとかしてやったんですよね。そうだったんですね。一人じゃやっぱ若いからできないなと思ったんで、力借りようっていうので。プリンの味なんですけど、もうほぼクリームみたいなやつが、韓国だと結構プリンっていう名前で売られてて、私も知んなかったんですけど、韓国行った時に食べてもうますぎて。韓国はよく行かれるんですか？めっちゃ行きます、大好きすぎて。来週一人旅します。楽しみですね。楽しみです。やっぱ最初はこのクリームプリン、名前はプリンにしてるんですよ、お店では。バナナプリンとかパンプキンプリンとかそういう名前してるんですけど、もう見た目がどう考えてもプリンじゃないんで、お客さんも何って感じで全然買ってくれなかったんですけど、めっちゃおすすめしてたらもう今めちゃくちゃファンいっぱいいて、もうなんか個人的に作れませんかって連絡毎回くれる方とかがいたりとか。大人気です今は。
れはかぼちゃプリンね。かぼちゃプリンは熱狂ファンが数名いらっしゃるんで、季節関係なくリクエストしてくださるので、お店のインスタで、今週のデザートリクエストとかそういう感じで、なんかお客さんからリクエストもらったやつの中から仕込み進めたりもよくしてるんで、そうなんですね。なんかなるべく来てくれるお客さんの要望に合わせて作ってます。かぼちゃ感強めるのに、かぼちゃの果肉だけだと水分量多くてプリンがドロッドロになっちゃうんで、パウダーも一緒に混ぜて、なるべく硬さが柔らかくなりすぎないようにしてます。混ぜすぎるとクリームのせっかく泡立てたのが消え去ってドロッドロになりすぎちゃうんで、ちょっとふわっていう食感がちょっと特徴なんで、これはお店の自家製のソルトクランブル、なんかザクザクのクッキーみたいなやつですね。クランブルが大好きすぎるお客さんがいて、その方にそのパンプキンプリンが好きなんだけど、もうクランブルも多くしてほしいって言われて、このプリンだけクランブルが他のより多いんです。そうなんですね。取り入れました。こっちはさっきよりはクランブルは少ないんですけど、代わりに栗感を強めてるんで。栗のシロップ漬け。怖い怖い。これもマカロンの次にお店で人気の商品なんですけど、これも韓国特有のお菓子なんですけど、なんか下がタルト生地みたいになってて、上にバター結構濃厚なバターの生地が乗ってるんですけど、冷やして食べるとなんかそうバターの生地がなんか生キャラメルみたいな、なんかねちって感じの食感が特徴のやつらしいで、こんな感じで下がタルト生地みたいななってます。
バターパンの端っこ、はい。詰め合わせ端くれって名前なんですけどそれもめっちゃ人気です。端くれ端くれ私が農家なんでおばあちゃんがよく端っこのこと端くれ端くれって言ってたんで、そうなんですね。端くれって名前にしてます置く場所がない。カリーナさん、これってパンプキンですよね。あ、加工されました。あ、よかったです。今日はあんまりマカロンないんですよ。宇宙がコンセプトなので、マカロンの名前も一応プライスカード上は惑星の名前になってます。これはザ・サンってやつでチェダーチーズクランブル味。さっきのクランブルのチェダーチーズネット作ったやつを周りにくっつけてて、美味しい。はいこれはトクトクコーンチーズってやつでジュピターって名前なんですけど、これはなんかコーンとバジルのマカロンすごい。甘じょっぱい系なんですけど、めっちゃ美味しくておすすめです。ドリンク私が増やしすぎてバイトのことっちゃ大変だった。スプリンクルだけ外にしたら仕込みをします。はい。メレンゲにしようかな。じゃあせっかくなんで。ぴったり。ぴったりすぎてびっくり。すごい。びっくり。これは何を入れてるの？これ乾燥卵白。うん。気泡を潰れにくくする効果があります。メレンゲの種類によって全然食感違くて、私はスイスメレンゲっていうやつで作ってるんですけど、はい。その食感がすごい一番好きです。スイスメレンゲ、イタリアンメレンゲ、フレンチメレンゲって3種類あって、全然それぞれ食感変わるので、ムキムキになっちゃう毎回自分の中でテーマ決めてやってますね。なんか夏だったらなんか海の中の宇宙生物とか今日はどんなテーマでやりたいんですか？今日はなんか再来週にナイトマーケットに出店するんですよ。でそれのも含めてなんで、ちょっと夜の怪しげ宇宙生物でいいですね。
分大丈夫、ありがとう。サクサク感出すためにコーンスターチ入れてます。重い。ちょっとめんどくさいんですけど、こういう風にすると、生地もたれにくくて強いメレンゲになりますね。よいしょ。こいつは通称モジャです。もじゃ。モジャ。なんか原生生物的な宇宙にいそうな、生きてそうな感じがコンセプトです。なんか結構手作りにこだわってますかね。あんまり既製品のものを使わないようにしてるっていうのと、やっぱなんか作った方が美味しいっていうのと、デザインに関してはなんか二度見しそうなデザインっていうのを一応心がけながらやってます。次はなんか植物、吸い込まれそうな植物吸い込まれそう食われそうな植物多分伝わると思います。あ、見ればわかりますか。やっぱくっついてきちゃう。本当だ、ちょっと気持ち悪い。そうなんです、ちょっとキモいんですよ。なんか綺麗に絞りすぎるとなんか生き物っぽくないんで、わざとなんかちょっと絶妙にずらすっていうか、はい。意外とマーブルカラーのやつの中に単色入ってると可愛いんですよ。ああ、逆に。はい。こいつは通称プヨです。
なんか来年お店も1店舗やるかもしれなくて、今まだ計画段階なんですけど、そうなんですね。はい、ここのお店とは全然違うタイプのお店なんですけど、うん。それが実現できればそっちを進めていくっていうのも、はい、あとはオーダーケーキをなんかこう教えたりするのもやってみたくて、あはい、なんか結構その人の特徴とかが出るじゃないですか、オーダーケーキとかになると、なんかタトゥーアーティストの人とかも自分のデザイン載せて、それがいいなって思うお客さんが頼むじゃないですか、はい。なんかそういうふうにこうデザイナーみたいな感じのを作っていくのもいいのかなと思ったりなんか確かに。いろいろ考えてます。ネット通販か何かもやってるんですか？あ、そうです。全国配送もやってて、今入ったやつがバイトの子が詰め合わせてくれてます。うん。これはパインピーカンココナッツパウンドケーキ。これはちょっと私が行ってた専門学校の先生に、なんか文化祭で来賓にあげたいって言われて、これがココナッツ。ココナッツ。めっちゃいい匂い。ですね。ナッツの。すごい匂い。自家製で限界まで酸っぱさをなくしたグリークヨーグルトで、なんかクリームチーズっぽい味に近いんですね。よいしょ。すごい。もりもりですね。もりもりなんです。
を絞った時と変わんないです。雑に扱うと割れるんでめっちゃ優しくやってます。よいしょ。この大きい方だけリボンがつくんですか？そうなんです。かわいい。豪華なんです。かわいい。可愛いですよね。めっちゃ可愛い。